朝の活気にあふれるアジアの港。ここはインドの隣の国バングラデシュ。人口は日本より多い1億7000万人で、国民の平均年齢は20代。今はアジアで最も貧しい国と言われますが、これから世界の経済成長を引っ張るグローバルサウスと呼ばれる地域の一つです。ただ大きな問題が、手漕ぎの船が行き交うこの川、魚が住めないほど汚され、死の川と呼ばれています。そして町の郊外に目を移すと、そこに現れたのは大きな砂山ではなく、ゴミの山です。汚れているのは川だけではなく、空気も。ゴミ山や工場から出るガスなどで、大気汚染のレベルは2023年に世界最悪を記録しました。その汚染が喘息や心臓発作などさまざまな病気の原因に、病院は治療を求める人で大混雑です。Air may be polluted like small sulfur dioxide that contains other heavy metals that is not visible on naked eye, and they destroy our lungs gradually, chronically. Any Japanese technology to clean our environment, that is welcome. そんな世界最悪レベルの大気汚染に挑む一人の日本人がいました。いや、活気があっていいですね。排気ガスがちょっとやばいですけど。成海定三さん、国産の EV 電動モビリティを開発するベンチャー企業グラフィットの創業者です。これまで開発したのはパーソナルモビリティという一人用の EV。 2019年に発表したユニークな立ち乗り型のロム。そして自転車型の電動バイクのシリーズは、量産化に向けたクラウドファンディングで実に1億円以上を集めたこともあります。さらに大阪・関西万博では初の四輪 EV を展示。独自のコンセプトと高いデザイン性の製品で、これまでたびたび表彰されてきました。そんな成美さんがバングラデシュにやってきたのは、現地に EV を広めるため。街で見かけるのは日本の人力車がルーツの力車か、ガソリンエンジンのバイクばかり。 EV は普及していません。そこで排気ガスを出さない EV を広めるビジネスで大気汚染を軽減しようと考えたのです。ところが、そんな成美さんの前に立ちはだかったのが、 OK、你好。你好。你我们好。我们好。現地進出が相次ぐ中国の EV メーカー。日本製より低価格な上、大挙して現地に押し寄せています。全部が中国系なんで、マジで早いから僕らも負けてらんみんな。何もかも未整備で問題が山積み。
そんなグローバルサウスを切り開く日の丸 EV ベンチャーの挑戦を記録しました。それに、ここに装着するバッテリーを今年5月、大阪・関西万博。未来社会のショーケースというテーマの展示エリアに成美さんの姿がありました。はい、じゃあ始めましょうか。こちら新しくできた法律で16歳以上なら実は免許不要で、乗ることができる乗り物です。最高速度は、20キロ、まで出ることができます。展示走行していたのは四輪型のコンセプト EV ワクモビ。特定小型原付という運転免許不要、ヘルメット着用は努力義務という新しい種類の乗り物で、特に免許返納後のシニア向けに開発されました。万博で展示するには審査がありますが、自動運転を搭載する計画があり、シニアの足の問題を解決できることが評価されました。雨に濡れないタイプで、なんか屋根のついてる感じでこういうのができたら結構便利かなと思いますね。そういうお年寄りの方々とかは。中で展示してるものは屋根もついてますし、あ、屋根ついてるんですか。はい、荷物置き場もあります。でこれも別にヘルメットいらなくても乗れます。ユニークなアイデアが万博でも注目された一人用の EV。誕生の背景にはグラフィットという会社が持つあるこだわりがあります。グラフィットの本社があり、成美さんの地元でもある和歌山市。設立は2017年。当初の社員はたった8人でしたが、その後都会に出ていた優秀な人材がUターンする形で次々入社。 EV 開発で和歌山を盛り上げたい、成美さんの思いが共感されました。前職はウーバージャパン株式会社っていうところで、ウーバーイーツの、立ち上げっていうのをしてました。グラフィットのビジョンとかミッションっていうところに、惚れ込んで仕事してるのかなって思いますね。自由なものづくりを楽しむ人も。ヤマハ発動機の子会社で設計業務、車体の設計業務をしていました。過去の職業とは全く違う、毎日がもうドキドキしてますね。そしてグラフィット最大の特徴が地元との連携です。実は車両の生産は和歌山の老舗メーカーの工場に委託しています。自社では工場を持たないファブレスと呼ばれる生産方式。 iPhone を開発するアップルも採用しています。それを地元工場との連携で実現したのがユニークなビジネスモデル。我々としても自分たちの持っている知見を生かせますし、このスペースも活用できますし、で逆に言うと成美さんの会社みたいな勢いのあるスタートアップ双方にお互いに刺激があるんじゃないかなっていうふうに思って、それが一緒にやっていきたいなと思った一番の理由です。地域の課題を解決するビジネスモデルは高く評価され、表彰されたこともたびたび。そんな成美さんが次の課題解決の舞台に選んだのがバングラデシュだったのです。まずこのダッカ、首都であるダッカから
始めます。このダッカって大きさが10キロ20キロのサイズなんですけど、サイズがそこに2100万人ぐらい、人口は東京以上の人口が密集しているような世界一の人口密集地ですね。立ち上げスタート時点ですでに日本の我々本社、含めた、全体の人数を超えるようなメンバーの数でスタートしていくので、はい、一気に進めていくことになると思います。ひどい汚染でほとんどの魚が住めない死の川の向こうにダッカの中心部があります。今年6月、グラフィットの現地進出計画が大きな節目を迎えていました。成美さん自身が来るのはこれで5回目。ようやく現地法人を立ち上げるめどが立ち、オフィスを構える場所を探しに来ました。オフィスのスタッフは40人規模。現地で見つけたパートナー企業と共同入居することにしました。ここまでの準備期間は実に3年。そもそもバングラデシュ進出のきっかけは新型コロナの感染拡大でした。グラフィットの成長エンジンとなってきたのが中国にある部品のサプライチェーン。成美さんは20代で単身中国に渡り、現地で信頼できる工場を開拓しました。ところが新型コロナによるロックダウンなどで現地工場の生産がストップ。グラフィットの製品供給にも大きな影響が出ました。この経験からチャイナプラスワンと呼ばれる中国に次ぐ新しい供給網を作ってリスクを分散する戦略をスタート。その第一歩としてバングラデシュ開拓を進めてきたのです。オフィス選びを終えると街中へ。人力車とガソリンで走るバイクばかりで EV はまだまだ普及していません。実際ライダーたちに話を聞いてみると、電動バイクのそういうビジネス向けのバイクやりたいと思ってるんだけど、1日400高で、それ以外何もかかりません。ガソリン代もいらない。いらない。もちろん電気代だから電気代もいらない。でそれだったらどう思うってめっちゃいい。やっぱり結構だから感覚として月いくら払ってるってのは持ってるから、いいんじゃないかな。いけます。実は成美さん、バイクの車体を売ろうとは考えていません。ビジネスの鍵を握るのは売店？世界最悪レベルの大気汚染を抱える国、バングラデシュ。EV 電動バイクを普及させて大気汚染を軽減しようと考えるモビリティメーカーの社長が現地を訪れていました。いや、活気があっていいですね。排気ガスがちょっとやばいですけど。成美さんが経営するグラフィットがこれまで開発したのは自転車型の電動バイクなど。ああいう
ただ成美さんは今回自社の車両を売ろうとは考えていません。ビジネスの鍵を握るのは売店です。グラフィットっていうのが大きくあって、ここでバッテリー交換できますっていうのが分かったら、みんなそこに行って交換するという風になったらいいかな。グラフィットは道額か月額制でバイクを貸し出し、ユーザーは充電切れのバッテリーを売店に持ち込むと充電済みのものに交換してもらえます。街の売店をバッテリー交換のネットワークとして広げる計画で、まずは500箇所を目指します。車体を売るよりも回りくどいビジネスにしたのには2つの理由があります。一つはバングラデシュ人の懐事情。今も人力車が多く使われる中、高額な EV の車体には手が出ないと考えました。そしてもう一つの大きな理由がOK、你好。你好。你好。我们好。我们好。中国の電動バイクメーカーの進出が相次いでいたのです。この店も夏にバングラデシュにやってきたばかり。中国南部ドンガンのバッテリーメーカーが手掛けたものです。このモデルは日本円で15万円を切る低価格。こうした中国勢との真っ向勝負を避けるのも成美さんの狙いです。Because they have quality and they have a good policy for customers, and customers always be happy for our product. この1年で急速に電動バイクの兆しが出てきてるので、ここから早いでしょうね。ただまあ全部が中国系なんでマジで早いから僕らも負けてられへんな。この中国企業による現地進出の勢いを象徴する建物がダッカの郊外にあります。中国政府が建設した巨大展示場です。一帯一路というアジア各国への進出を強く後押しする政策の一環で作られました。その名もバングラデシュ中国友好展示センター。成長するバングラデシュ市場の獲得に国を挙げて動き出していたのです。夜、市内の高級ホテルに成美さんたちの姿が。プロジェクターもあるしライバル企業に差をつける意外な一手を準備していました。バングラデシュに EV を普及させようと取り組むモビリティメーカーグラフィットのメンバーがこの日ある大事な商談にやってきました。訪問先は現地に進出する企業を管理する投資開発庁です。この商談がうまくいけば現地政府のサポートを受けられ、ライバルとなる他の国の EV メーカーに差をつけることができます。私たちが実現しようとしているのは単に乗り物を普及させるのではなく、ゼロカーボンを実現する基盤となるプラットフォームです。何か他の国、日本とか他の国で
やってることを持ってくるのではなく、このバングラデシュが世界に先駆けて一番新しい、一番最新のいわゆるバッテリーネットワーク、インフラを作るというそのモデルを一緒にこの、バングラの人たちと協力してやっていくというビジネスです。アピールしたのは大気汚染の問題を軽減できる点、国の悩みを解決できるビジネスモデルだと訴えます。Thank you very much. তাহলে আমি বাংলায় বলি যেটা you're translating, আমি ইংরেজিতে বলে মনে হয় কোনো লাভ নেই। জাপানিজ ইনভেস্টররা অন্যান্য দেশে ইনভেস্টরদের তুলনায়ও রিলেটিভলি অনেক বেশি অ্যাটেনশন পান। সো আমরা from our side আমরা will try our best to support your business. 大気汚染を解決したい政府方針とも一致。現地企業の紹介や制度作りでビジネスを後押ししてくれることになりました。その夜、現地のパートナーとなった社長とその家族たち、そして政府関係者を招いたパーティーが開かれました。会場には名物のビリヤニ、もちろんカレーもあります。このフロカが3年前かな、2年半前に来て、この全く未開の地というかわからないこのバングラでビジネスができるかなというちょっとこの調査期間を経てですね、ついに3日前ですかね、バングラデシュグラフィットバングラデシュ設立することができました。とても重要なことは、ビジネスの成功は、半分はビジネスモデルがありますけども、あとの、半分とは言わないですけど、もう、半分でもいいかなはチームで決まると思ってます。そのチームがですね、ある意味今回完成したというのが最も嬉しいことだと思います。国の垣根を越え大きな社会問題に立ち向かう新たなチームの誕生です。あるべき姿、企業のあるべき姿を追求する、そんな、今回その事業になると思っていて、それこそが競合他社との差別化。私たちのビジネスだけの成長っていうのはもうありえなくて、この国の成長ありきで私たちのビジネスもグロスするっていうところなので、そこの調和具合というかミックス具合がどれぐらい、になるのかなっていうのを今回試してみたい。これはいけるんじゃないかという確信を持った、今回の出張になりましたね。何もかも未整備で問題が山積みのグローバルサウス。そこに寄り添い共に歩む姿勢が日本企業の未来を作るのかもしれません。